ゲットオフワークやっていきましょう。どんなゲーム？仕事から帰ってきた男が7つの試練に挑まされる脱出ホラーらしいわ。せめて休日にしてあげてほしいや。いや、休日こそ休ませてほしいか？もう始めるわよ。帰宅しました。スペースキーでカットシーンをスキップできます。導入ある感じなんだ。無料なのにやるわね。毎日同じことの繰り返し、退屈で死にそうだ。このクソみたいな家から抜け出して、大きな豪邸にでも引っ越したいぜ。ビットコインが一つでもあればな。それか宝くじでも当たれば。お、動ける。WASD で移動、スペースでジャンプ、マウスでカメラ操作よ。シンプルでいいね。電気スイッチに反応はないけど明るいから問題ない。それと、痩せなきゃだな。でもまずはソファーでくつろぐぜ。仕事終わりだもんな。いいテンションだ。仕事終わり感がしっかり伝わってくるわね。どしっと座っちゃいますか？ハロー怠け者。美人だ。私は、まあ、魔女みたいなものよ。手短に言うわ。あなたのために7つの試練を用意したわ。失敗すれば、あなたはこの部屋から一生出られない。成功すれば、報酬をあげるわ。頑張りなさい。本当に手短ね。美人な魔女さんだから消えないでほしかった。試練をクリアしたらまた会えるだろうし頑張りましょう。そうだね。俺は夢でも見ているのか？現実でも嫌だけど夢でも起きた時に疲れてそうで嫌だね。嫌かどうかは魔女からの報酬によるわね。最初の場所に戻された？不穏な BGM だし警戒していきましょう。何あれ？太ってる人？化け物？家の中だし知らない人の時点で怖いな。襲っては来ない？ R で特定のモンスターをおびき寄せる動作ができます。H で口笛が吹けますが謎です。ほえー、どっちも反応しないし進む。動き出したわよ。振り返っても何も見えないけど本当だった。進んだら追いかけてくるからチェイスするだけかな。次はなんとかなりそうね。失敗時は最初のイベントシーンからか。スキップ機能がありがたいわね。スキップ連打してたらジャンプしちゃうのもまた一興だね。伝えてなかったけどシフトで走る機能もあるわ。サイトライダー？さっきと違う？ 7つの試練がランダムな順番で登場します。なるほど。試練の内容が被ることはあるのかしら？クリアしてる限りはないです。失敗せずに7個クリアするって話だし普通だね。どういう状況？寝てる人に触ったらすっごい飛んだ。どういうことなの？上の方に出口があるとかかな。高く飛ぶことをもっと不思議がりなさいな。おねちゃんのジャンプ力がこれくらいだし、リアちゃんとフィーちゃんは空飛べるからな。ユニちゃんは？体がふわふわだよ。会話が飛んだ気がするのだけど大丈夫？試練はクリアしたから大丈夫って言っておくね。で、ここに来るんだね。壁の絵に1って書かれたわね。何個クリアしたか分かりやすくていいね。どんどんクリアしていきましょう。ここまではモラトリアムだね。離席してもいい期間があるのは助かるわね。お、リベンジだ。どうするの？曲がり角まで行ったら追いかけてくるの分かってるし、駆け抜けるだけ。それしかないわね。正解？何をするかさえ分かってれば簡単ね。道は固定だったのかな？固定です。じゃあ道を覚えとこう。あれ？試練なし？数字増えてるから本当に試練なしで進めたのかしら。部屋内で異常を探すとかでもないよね。なんかいる。進まないと話進まないわよ。通路にいられちゃ進めなくない？これ正常？隙間すり抜けて進むんじゃないかしら。口笛は意味なし。モンスターおびき寄せも無理。人間だからかしら。人の家に勝手にいるならある意味モンスターなんだよな。まあ無理ですよね。さっきの不審者。部屋の中にいるのが正常だったのね。それ戻る道はないから追い込まれるんじゃないかしら。部屋に突撃して通り抜けるのが正解か。初めてかな？暗さと音的に初めてね。何する場所だろう。なんかいる？コンフィグで明るさ上げてるのに暗いわ。出口を守ってたとかで敵のいた場所が正解の方向と予想。
偽物の出口もあるのか。これもチェイスしながら出口を探すのね。正解の場所がわかるまで何度もやらなきゃだね。あの部屋を引き当てるまでに太った人部屋とかジャンプ部屋も引くことがあるから練習するにも時間がかかるわね。ジャンプ部屋は死ぬことがないから一番楽。少し酔うけどね。リベンジのチャンス。これでいいんだよね。分かってさえいればこれも簡単ね。チャレンジ。飛び込めってこと？そこが見えないから怖いな。普通に進む？なんだろう。何かいるわね。口笛の出番？意味ないし深淵に降りよう。失敗しても経験になるものだしね。生きてはいる。正解だったのかしら。このまま出てこないならね。おっしゃ、いけたぽい。チェイス系よりよっぽど簡単ね。終われなきゃ考える時間あるしね。ほい次。今グラマラスな女の人が見えた。追いかけろとは言いにくいわね。捕まるのもまた一興か。おお、いっぱい。当たりの女性を探すとかかしら。奥の方に試練を受ける時のガラスが見えるからこれもチェイスかな。瓶の試練と同じね。あっちはクリアしてないから同じかはまだわからないよ。入れなかった。ぬるっとやられたわね。また初めからか。 Am I dreaming right now? 瓶の音がする。チェイスしながら出口探してみましょうね。入り口から一番遠そうな場所を目指してみる。定石ではあるわね。あの奥が怪しい。ダミーじゃなければ敵が来てないしいけるわよ。やったぜ。初見じゃなければ余裕ね。これも瓶のとこと同じっしょ。道を塞がれてないかしら。飛び越えていくよ。よし抜けた。で多分入り口から一番遠くに出口がある。ダミーじゃないといいわね。よっしゃ突破。太った人の場所と同じように出口の場所は不変なのかしら。出口の位置は固定です。覚えゲーだね。じゃあこれも余裕だ。前から来てたわよ。あれにビビって立ち止まったら追いつかれるギミックでしょ。まだ見ぬ試練もあるから捕まってる暇はないよ。初めての音ね。ロボ、これの3倍すごいの最近見たな。モンスターをおびき寄せる動作が役に立ったことないんだけど。口笛も使い道が分かってないわよ。何？消えた？どういうことなの？まあ進むか。これ謎解きプレイヤーに馴染みある？どういうことなの？スタイリッシュアクションによくある壁走りだね。壁に向かってジャンプすると張り付いて進むやつ。壁の色が違う場所では貼り付けないから途中で反対側に飛ぶ必要があって、そこそこむずいよ。そもそも壁に貼り付けることに気づくのが難しいわ。壁の色の違いに気づければいけるけど、アクションが難しいのが難点。死なないから無限にチャレンジできるしいいけどね。それじゃあここもクリアできるわね。余裕？ここまでで瓶チェイス、ドレスチェイス、デブチェイス、カットしただろうけどハイジャンプ、そしてこの部屋だから残りは深淵落ちとおじチェイスね。深淵に落ちるのは簡単だけど、おじさんよけは急に来ると焦るから怖いな。おじさんがいないってことは次は深淵だね。初見でも余裕だったから何も問題はないね。挨拶も済んだし落ちましょうね。やられたらどうなるか試してみたくもあるね。1部屋目からやり直すことになっても嫌でしょ。進みましょう。もっと早い段階でやるべきだったね。残り1部屋で終わりね。出てきてないのがおじさん部屋だけだから余裕だね。2回くらいやられたのを私は知ってるわよ。急に来るとぶつかっちゃうこともあるけど、来るのが分かってれば超簡単なんだよな。ほらね。思ってた数倍簡単だったわね。魔女のお姉さん。お前は誰なんだ？なんで俺にこんなことをするんだ？もしかして人生の教訓を教えようとしている退屈な存在なのか？わお、まさか本当に脱出するとはね。まあ、仕方ないか。これが報酬よ。脱ぐ？監禁が大変そうね。すっげえ、ありがとう。そうこなくっちゃな。魔女さんよ。お金持ちになれた。何事もうまくいくように祈ってくれてるわね。魔女さんがなんで試練を与えてきたのかは疑問だけど、ハッピーエンドだから細かいことは気にしないでいいよね。そうね、いいゲームだったわ。30分くらいでクリアできたから
サクッとチェイスアクションで遊びたい人におすすめかな。無料だからまずは遊んでみるといいと思うわ。私としてはお金よりも魔女さんが報酬な方が嬉しいと思っちゃったよ。家族が欲しいのなら私が一緒に暮らすのはどうかしら。家の中に人間がいると落ち着かないからそれはいいや。魔女さんだって人間でしょ。